の残っていく仕事、新しく生まれてくる仕事、どんなものがあると？どんな仕事でもトッププロは残ると思うんですよ。もっと言うと外国人労働力も入ってくるわけじゃないですか。外国人にとって変わられるものは変わられるし、AI にとって変わられるものは変わられるんですけど、でもトップのプロはずっと残っていくと思うので、単純にその仕事のクオリティの問題かなという、職種というよりは自分のクオリティの問題かなっていう気がしますけどね。山本社長が今おっしゃったクリエイティブということに関していくと、 AI ってクリエイティブどの程度できるものなのか。ものすごいできるんじゃないですか。まあものすごくできる。僕も今 AI かもしれないです。いや冗談ですけど。でももうそれぐらいのレベルで現実と分からなくなるぐらい。そう思いますね。ていうか全部変わると思ってるんですよ。例えば今 Google で検索するじゃないですか。あれもボイスになると思うんで、今のほとんどのプラットフォーマーとか事業者もビビってると思うんですよね。数年以内に、数ヶ月以内にそんな最近ですか？もうスマホもなくなるって言われてるんで、例えば AI に向かって声でドラえもんみたいな感じでお腹空いたっていうとお店探してくれたり、そうなると思うんですよね。消費者の行動とかも変わるんで、ほとんどの仕事が何かにとって変わると思います。流行というのもどうですか？最近は流れが早いなって感じます？流行りって一強が昔いたんですよね。例えば浜崎あゆみとか安室奈美恵みたいなみんな同じファッション、同じ髪型みたいなカリスマが結構強いのがやっぱ時代時代でいたんですけど、今ってみんないいよねが多いので平たくなったなっていうのはあって、クリエイティブが逆に AI じゃなくて生身の人間は難しくなってきてますか？分散してるんじゃないですか。分散しちゃったっていう。僕らの頃テレビだったからみんな聖子ちゃんとかマッチとか好きなタレントがクラスで全員足しても5人ぐらいみたいな。でも今もう一人ずつ違うじゃないですか。ブランドも好きなお店も。だから案外一つには集中しないって感じですね。クリエミさんはどうお考えでしょう？私ももうほぼ自分がバーチャルで活動をしていて、SNS も半分はバーチャルの私なんで、でも見てる人は1年前ぐらいはすごくこっちバーチャルでしょとか分かってたけど、最近はみんな区別がつかなくなってきていて。今はどっちですか？今本物です最初の方はリアルの私の方がやっぱ見てくれる人も多かったけど、今はバーチャルが圧倒的に超えちゃって4倍か5倍ぐらいのやっぱインプレッションなんですよね、バーチャルの方が。でも皆さん本物だと思ってらっしゃる？本物だと思う人が徐々に増えてきました。プラットフォームの分散化もそうですし、やっぱあり方みたいなのはもうだんだん変わってきてるなっていう感じ。クリエミさんはそのバーチャルを始めたということは、バーチャルが来るなと思っていたから飛び込んだのか、時代の流れみたいなものでじゃあ飛び込んでみようと思ってチャレンジしたのか。リアルだと効率が悪くて、例えば撮影1個でも朝の6時から8個集合してグラビアの撮影行って夕方の4時終了でみたいな。でもバーチャルだと3秒で自分のなんか真夏の海で遊んでる画像が出せちゃうので、圧倒的に効率がいいっていうふうに思ってて。でもさっきの話だとそれが楽だからいいっていう話でもなく、それをじゃあ作り出す技術みたいなのはやっぱ人間が操作しているので、結局人の力も必要だったりするんですよね。人間の力はこれから AI が発展しても必要っていうのは感じたんですけど、 AI を作るのも人間ってことですけど、逆に人間が AI をどんどん作っていく上で、今度は AI が AI を自分で成長させるようになっていったら、もうその時は人間が必要じゃなくなる世界が僕は来ると思ってるんです。なるほど。そうなった時を考えると、機械に仕事を任せてたら、あと人間は何するかってなったら人間にしかできないところで仕事をしていくしかないと思うんですけど、今のうちにその人間にしかできない仕事、例えば介護とかもそうですけど、葬儀屋さんとか人の人生終わるところを機械に任せるとか AI に任せるってことは僕はないと思うんですよ。そういう仕事をもっとどんどん世間でも広めて重宝されるようにしていった方が僕はいいんじゃないかな。加藤さんは一生働いてたいって思うタイプですか？人間のあり方として誰かの役に立つっていうのが人間の生きる一つの意味なんじゃないかなって思って、僕はなんか早く仕事から解放されて、なんかもっとスピリチュアルな生き物になっていくんかなっていう感じがしてるんですけど金のために働くっていうのももう終わるんかなっていう、どっちかというと。なんか葬儀屋さんとかもちろん今私の心持ちはもちろん人にやってほしいんですけど、それももうぶっちゃけ多分慣れなんじゃないかなって思っちゃうんですよね。葬儀を全部じゃあ AI でやってもらいますってなったら絶対そんなのありえないみたいな声が絶対に多いと思うんですけど、
そういうのって多分慣れてっちゃって、多分昔の人から見たら今やってることってそんな非人道的なことみたいなことになると思うんですよ。だから時代はどんどん流れていくので、そこにあまりにも固着しすぎたらまたおかしなことになるかなとは思います。なんかやっぱ徐々に変わっていくものだし、やっぱ働きたくないですよね。働きたくないです。だからできることなら。むちゃくちゃ富裕層でもう家がめっちゃ太いやつとかでもう一生働く必要がなくなったやつらとかがヨガに傾倒していくみたいなのあるじゃないですか。そのノリじゃないですかね。なんかもう AI が進化した今いわゆる AGI の世界になってきた時、ウェブに詳しい山田さん、人を超えた AI が出た時って自由なことができる上に、さらに地球のために、人のために何ができるか、できることが増えていくと思うんで、稼ぐ必要がなくなってくるんですよ。シミュラリティが起こると、人を超えた人が生まれるわけであって。これ今第4次産業革命、今までも人類の中にこういう革命みたいなの起きてるんですけど、僕は昼間案外鉢巻きして社員と営業をバリバリやると、めちゃくちゃ AI 反対みたいなことやってて、で夜とか週末は AI の新規事業やってるんですよ。 AI をフル活用して自分たちにとって変わるビジネス今始めてるんですよ。どっちに行くか分かんないんで、両軸でやんないと経営者として雇用守れないし、加藤君と山田君両方分かっちゃってて、僕の頃は AI がなかったから20代30代でも今の10代20代30代とか不安でたまんないんじゃないかな。ここまで聞くと加藤さん結構味方になってくださるような、今のうちから肉体労働とかも経験しておいた方がいいっていうことですよね。そうプライド持ってやる人も残ってくんないと。でも超格差社会になっていくんじゃないですか。いや多分需要が違うだけじゃないですか。分かれてくるのかなっていう。なんかこっちが好きあっちが好き。2つの人格が持ててて、自然派となんか AI 派みたいなあるから保てれてるんですけど、それが個人別に分かれてもいいと思うんですよ。加藤君みたいにもう朝帰って仕事するぞって人も残ってくんなきゃいけないし、山田君みたいにもう AI フル活用みたいな人も必要かな。今自分で槍持って狩猟行って食べ物取ってくるやつはいないし、川に洗濯しに行くやついないじゃないですか。どっか行くにも自分の足で歩いて行く人もいないし、だからそうやってやんなくていいことはどんどんやらなくてよくなっていくと思うんですよ。俺多分建築もそうだと思うし、建築用機械が勝手に作ってくれるようになると思いますし、そうなってくるとそこに別に固執する必要ってあんまないのかなって僕は思ってて、テクノロジーの進化が進むと起こってくるのが、人は不便さにお金を払うようになってくるんですよね。例えばキャンプとか、昔の人ってもう日常キャンプじゃないですか。でも今令和の時代でみんなわざわざめっちゃ高いキャンプ用品買って、もうわざわざ車で2時間とか走らせてもう1泊キャンプするみたいな、不便を楽しむ不便を楽しむようになるんですよね。今まで価値のなかったものが逆に価値を生み出すようになるから、そういう意味では今までなかった需要が逆に生まれてくるっていうものもあるので、それはすごくなんか私は期待できる未来なんじゃないかなと思いますけどね。だから遊びの達人になっとくことがいいと思うんですよ。なんかこんな遊び方を知ってるっていう人が重宝されるようになると思うので、誰でもできる仕事を汗水垂らしてやるよりは、こんな遊び知ってるぞっていうストックを増やしておくことの方が現実的になんかいい気がしますけどね。いかがでしょう。言い方を変えると、昭和の時代にあって今ないような仕事が逆にまた復活してくるんじゃないかなと思うんですよ。肉体労働の仕事とかも逆に重宝されてきますし、お金の価値観とかも変わってくる中で、楽して稼げると自分が頑張って稼ぎたいっていう感覚を持ってくる人も出てくると僕は思うんですよ。お金の価値観っていうのはやっぱいろんな人がいると思うんですけど、楽して稼ぐっていうのが俺結構引っかかるんですけど、好きなこととか趣味が仕事になってる人ってやってることとしてはハードだけど、でも楽しくてやってるから、でそれを楽してと見るかどうかっていう話なんですけど、趣味が仕事になるっていうのが一番いいと思うんですけど、趣味が仕事になってる人って趣味とはいえ普通の人じゃ真似できない努力があると。実は頑張ってらっしゃるけど本当に楽しそうにしてるから、周りが SNS で見た時に楽そうに見えるっていう。だからそこに憧れると思うんですよ。楽しそうに仕事をしていること、楽そうじゃなくて楽しそうに、楽してっていうのが部屋で一歩も動かずに指先だけでっていうのじゃなくて、その仕事を楽しんでるっていうことに憧れると思うんですよ。そもそもの楽して稼ぐっていうのの概念自体がちょっとなんか間違えてるというか、やられてる方は努力してやってると思うんですよ。でその努力が結果楽しいとかになると思うんですけど、今の子供がなりたい職業ランキング1位が YouTuber、理由として楽しいっていうのもあるんですけど、お子さんで多い意見が楽そうっていう意見がやっぱ多いんですよ。
小学生ぐらいの話じゃないですか。実際やり始めたらすぐ違うなって気づくと思うんですよ。浜田さんお客さんで言われる。ああでもいっぱいいますよ。でもそんなでもどうせ地獄見ますよ。ね、1年以内に気づくじゃん。だからそのまあ1年で気づけばいいですよね。野球選手が野球だけやってて稼げていいなっていうのと同じ次元の話だと思うんですよ。ケーキ屋さんが毎日ケーキが食べれていいなって子供が言ってるのと同じ次元の話なんで、いざじゃあ本当に自分がやろうと思ったらパティシエのスクールに行かなきゃいけなかったり、声優だったら声優教室行かなきゃいけなかったりとか、一歩でも踏み入れればあ違うってすぐ分かる。社長の一面もお持ちですけど、芸能の業界にその楽そうだからって入ってくる人って実際どれぐらいいます？いやーいないと思いますよ。今はドキュメンタリーとかで結構大変なの見せたり裏側を見せることが逆に価値になったりするので、楽そうで入る人見たこ覚悟を持ってちゃんと来てくれるとないし、逆に覚悟を持ってきてない人はやめますしね。私はやらないよりやって後悔した方がマシだと思うので、楽そうだからって言ってじゃあやってみればって思う。 SNS で広告でめちゃくちゃ出てくるじゃないですか。5分であなたもインフルエンサーなんか10分で稼げるとか、ある程度多分騙される層がまだいるんじゃないでかなって。も別に楽して稼いで何が悪いんですか？逆に簡単に稼げるんだったらその方がいいでしょって。だってめちゃめちゃ才能ある人って稼げますよ。ビジュアルがめっちゃ綺麗な人だったらそのまますぐ人気出て稼げますけど、何がダメなんですか？楽なのがまあいい悪いってわけではないんですよね。僕が一つ言いたいのは、例えば SNS とか先ほど言われてたお仕事、やっぱそのキラキラしやすいっていうわかるわかる。周りからするととこなんです。僕なんか加藤君すごく一緒に仕事したいぐらい好きになってきたんだけど営業もそうだけど現場もそうだけど、やってるとやるせなくなったりなんか逃げたくなる時に汗水垂らして頑張るのが勝ちだみたいに後付けで自分を納得させてるとこがあると思うんですよ。栗山さんとか可愛いから売れてんでしょとか楽なんじゃないって言って愚痴言いながら酒飲んでるんですよ。本当は分かってるんですよ。その中で頑張ってるから上に上がれてる。本当は分かってる。分かってるけどどうしても、ね、寝つきが悪くなっちゃうんで楽して稼げるよって募集広告あるじゃないですか。あんなのおかしいと思いますもんね。そんな楽して稼げるんだったら友達と家族でやればいいじゃないですか。本当ですよ。一般で募集してるってことは絶対そんな楽じゃないんですよ。でもなんで引っかかる人いるんでしょう。バカだか人らじゃないですか。間でも楽して稼ぎたいんですよ最終的に。 SNS に対する知識がないからなのか。単細胞生物がいっぱいいるのでマジで単細胞生物こんないるんだって思いますよ。どれぐらいの単細胞？何であなたはバズりたいんですか？いやバズりたい。みたいなのが本当にいっぱいいるんですよ。本当にいる。何答えるんですか？バカじゃねえのって言いますなわけねえだろっつってじゃあそのバズったとします。バズった後じゃあどうしたいの？こうなりたいからバズりたいがあるのであって、仕事につなげたいとかお客さんを呼びたいとか、自分で会社をやりたいとか、宣伝をしたいとかじゃないんですよ。もうそれしか考えてないと結構やっぱり私は体感で生身で見てるので、さらに進化してきた時にはさらに危ないことが起きるんじゃないかと。キラキラしてる仕事っていうのがやりたいって人も増えてきてると思うんですけど、悪い誘いもあって引っかかる人たちもいるんですけど、 AGI が始まったら騙される人、才能ない人ってすぐ切られちゃうと思うんで、その前の仕事にもっとスポットを当てていただいて仕事をする人を増やしていきたいなって僕は思ってます。僕は逆に言うとその鎌田さんが言ってるような層っていうのは、食い物にされて若いうちに、でひとしきり食い物にされて借金で首回らなくなって加藤さんの業界に入っていくと思うんですよ。だからゆくゆくはその今加藤さんが言ってるような人たちが結局加藤さんの業界に入っていくと思うんですよ。若いうちは夢見て、散々騙されて痛い目見て、でもこの痛い目見る前にこの AGI が始まる前にそろそろ救ってあげないといけないんじゃないかっていうのは。いや一定数ずっといるんですよ。そういう人って昔か救えないら一定数必ずいるんですよ。その割合って多分変わんないんですよ。楽して稼げるのが仮にあったとしてそこをずっと人が集まり続けるからすぐレッドオーシャンになって儲かんなくなる。あんまり楽観視してないハイテクアナログ親父みたいなのを目指すじゃないと本当に自分が壊れそうにぐらい不安になっちゃう。アナログの良さっていうのは絶対にあるので、大事なのって順応性とスピード感だから。 AGI が発展するっていうのが分かってるのであれば、スポット当てた方が将来の人たちの役にも立つしプラスなんじゃないかなって僕は思うんです。イメージを良くして楽して稼げるなって思われたいってことですよ。やりたくない人はどこまで行ってもそういう仕事をやらないし、 AI が全てを占領して他の人たちが淘汰されるようになってきてしまったら、発信しなくても勝手に流れていくと思います。